ちょいちょいへようこそ。そしてこの新しいジョアナの大好きな御言葉シリーズへようこそ。イエーイ。このシリーズを始めた理由は、この間 YouTube にうちの証を載せてんけど、その時に大好きな御言葉について話して、それがほんま楽しかったから、じゃあどうせならシリーズにしちゃおっかってことでシリーズを始めました。このシリーズでは私の大好きな御言葉を毎回ビデオの中で話していきます。 OK。 今は実はイースターの休暇中で、北ウェールズの両親が住んでるおじいちゃんの家にいます。でもめっちゃ自然綺麗な場所で、ほんまは周りの自然見せたかってんけど、なんかどこに座っても逆光やったから、結局ちょっとつまんない小屋んとこになっちゃった。でもちなみに今10メートルぐらい離れたとこに隣の家の人の畑やねんけど、馬が5匹いる。であっちはウサギの小屋があって2匹飼ってんねんけど、で鳥のバードフィーダーっていうお母さんが鳥に餌やるために餌育ててて、いろんな鳥のための餌やり場っていうのかなっていうのがあそこら辺にある。また今度見せます、ビデオの中で。でも今日は自然に関する大好きな御言葉について話したいと思います。 OK。 じゃあまず聖書。ただーん、バイリンガル聖書。開けたら左が英語で右が日本語で、これと全く同じのロンドンに持ってんねんけど、重たすぎて持ってきてないから、おじいちゃんの本棚にあったのを勝手に盗みました。じゃあ早速いきたいと思います。まず聖書の説明。これ聖書。こっちの太い方が旧約聖書って言って、イエス様が生まれる前のお話。行さんあるな。でこっちのあんまない方が新約聖書って言って、イエス様が生まれた後の話。今日の御言葉はマタイの福音書って言って、この新約聖書の一番初めの本から取りました。マタイっていう人はイエス様のお弟子さんの一人やってん。だからイエス様と一緒に3年間宣教とか伝道とか活動とかをしてて、イエス様の話をずっと聞いてきた人が書いた本です。 OK。 今日の御言葉はマタイの6章26節。でもまずコンテクスト。この御言葉がその前に御言葉って何？その説明しなあかんわ。御言葉。まずみっていう漢字は音語、尊敬語やんな。言葉はわかるやろ。御言葉っていうのは聖書の中に出てくる一節のことを言うねん。で今回はイエス様が言った言葉やねんけど、イエス様が言った言葉じゃなくても御言葉って呼びます。 OK。 今日の御言葉のコンテクスト。これは三条の説教っていう場所から取られてて、イエス様が宣教活動を始めたすぐ後の話やねんな。イエス様がお弟子さん12人のお弟子さんとたくさんの人5000人ぐらいいたんちゃうと一緒に山の上に登って、山の上でイエス様が座ってみんなを座らせてお話をされた。その時に言われた言葉やねん。でほんまは暗記するはずやってんけど、ちょっと時間なかったし長いから聖書から読みます。 OK。 じゃあみんな想像してみて。山の上にいます。イスラエル、パレスチナ。小鳥の声が聞こえて、遠くの方には、波の音聞こえるわけないよな。琵琶湖のほとりでもないし、遠くの方に海か湖が見えて、鳥が飛んでて、イエス様が語られます。空の鳥を見なさい。みんな聞こえるかな？結構鳥の声してんねんけど、ここら辺鳥たくさんいるねん。もういっぱい来る。スズメはいっぱいいるやろ。ツバメ、5月頃になったら家の窓の下の部分に巣作り出さはるかな。でスルメスルメって言いかけた。スルメイカ食べたいな。あとでもちゃうな、青柄、ブルーのちっちゃなスズメ、これくらいのサイズ、ちっちゃなやつ
よくお昼食べてる時に窓の外に来はんねん。めっちゃ可愛い。あとマグパイ、日本にはいいヒント思うけど、キラキラしたものを集めるのが大好きな鳥だから、マグパイの巣を見つけたら落とし物の宝石とか空き缶のカチャっていう開ける場所とか、そういうあとコインとかをいっぱい持ってはんねん、巣の中に。あとロビン、ヨーロッパコマドリっていうらしい、お腹が赤いイギリスのクリスマスカードとかでよく見る鳥。あとはカモメ、実はおじいちゃんの家は琵琶湖と同じサイズの島の上にあるから、カモメはいっぱい飛んでる。あとカラス、クジャク1回だけ見た。お金持ちの人の別荘から逃げ出したらしい。最近よく来るのがパートリッジ、日本語で山うずらっていうらしい。鶏と同じぐらい大きさで、こんな首しながらちょこ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 って歩いてきはんねん。お母さんが餌外に出す時に5分ぐらいかけてあっちの畑からこんな感じで歩いてきて餌食べて、またわざわざ5分ぐらいかけて歩いてって畑の一番奥まで来たら、あ、僕飛べるんやったって思い出してパタパタパタって飛んでいく。めっちゃ超かわいい。でも話それました。戻ります。空の鳥を見なさい。種まきもせず、借り入れもせず、蔵に収めることもしません。けれどもあなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。いい御言葉、これ大好き。この御言葉でイエス様が言ってるのは、空の鳥を見なさい。鳥たちは食べ物を食べるために種をまいたりせえへんやろ。借り入れするわけないやろ。蔵にその借り入れた草を収めることもせえへんやろ。毎日そんなことせずにでも生きてる。なんで生きてんの？それは天のお父さん、それかうちらの家の場合はお母さんが餌、食べ物を毎日十分な餌を備えてくださるから。で、ここでイエス様が言ってんのは、つまり心配しなさいじゃなくて、心配しないでいい、心配してはいけないっていうことやねん。神様がこんなちっぽけな鳥の食べ物を備えてくれて見守って世話してくれるんやったら、人間の世話をしてくれるのは当たり前やろって言ってはんねん。で、今マタイの福音書から読んでんけど、もうちょっと先に行くとマタイさんは2羽のスズメが1アサリオンで売られてるではありませんかって言わはんねん。で、次のルカの福音書っていう本では5羽のスズメが2アサリオンで売られてるって書いてあんねん。アサリオンっていうのはローマ帝国のお金の単位やねんけど、ってことはきっと4羽のスズメを2アサリオンで買ったら1羽おまけしてくれるってことやな、きっと。さっき調べてみてんけど、アサリオンっていうのは100円から300円ぐらい。そうやな、スズメ買うとしたらまあ150円ぐらい、200円、そんなもんやな。スズメってどこにでもいるし、そんなもうほんまに安いあんまお金払わんでも買えるスズメを神様がこんなに大事に見守って世話して愛してくれるんやったら、私たち人間のことはそれ以上にものすごく大事に扱ってくれるでしょってイエス様が言ってはんねん。で、実は聖書をどんどん読むと私たちがどれほど愛されてるかっていうの分かるねん。それは神様が自分の一人だけの息子を私たちのために身代わりとして捧げてくれはった。そんだけ神様はうちらのことを愛してんねん。だからうちらが空の鳥を見るときに毎回、あ、神様はあの小鳥を見守って愛して世話してくれてはるから、私のことも愛して見守って世話してくれはるんやなってわかるねん。ほんでもう心配なんかせずに、心配してることを全部神様に委ねて、一日一日を神様に任せて生きることができんねん。で、それを覚えさせてくれる御言葉やから、これが大好き。
この御言葉大好き。ちなみにファンファクト、聖書には恐れるなとか心配するなっていうのを365回出てくるねんて。だから一年中毎日イエス様が、神様が恐れるな、心配するな、私に頼りなさい、私の愛はあなたにとって十分だからですって言ってはんねん。みんなに語りかけてくれてはんねん。だからそういうことを考えることができるから、この御言葉が大好きです。 OK、 今日はそんな感じかな。じゃあ次回をお楽しみに。次回も大好きな御言葉を一つシェアさせてもらいます。じゃあね、バイバイ。